皆さんこんにちは。今日もクラウド3始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、クラウド3初めてのコラボということで、おそらく俺のことを誰よりも知っているだろう人をスペシャルゲストとして呼ばせていただきました。説明するまでもないんですけど、一応名前を言わせていただくと、磯村智弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。健三久しぶりです。久しぶりです。間違いなくあなたのことを一番知ってます。もう多分わざわざこう友のことを紹介するまでもないんだけど、多分誰もが知ってるから、ちょっと友のことを説明させてもらうね。よろしくお願いします。友とは大学時代、中京大学で4年間一緒にやらせてもらってて、そうで、その後友はエクセルヒューマン株式会社っていうところに就職して、で現在は埼玉県店舗の責任者兼店長として社会人、サッカーとは別の社会人として活躍されてる方です。はい。で、今回、なんで俺が、初めてのコラボで友に声をかけさせてもらったかというと、理由があるんだけど、友って、湘南ベルマーレのユースから、大学に中京大学入ってきたじゃん。入った。その時にさ、今日本代表のキャプテンにもなってる遠藤航選手と、もう2倍看板みたいな感じで、キャプテンとか任されていたわけじゃん。で、鳴り物入りでさ、大学に入ってきて、で、大学の時に、怪我だったりとかいろんな苦しい思いもして、で、結局大学卒業後にサッカーではない道を自分で選んだわけじゃん。そう、だからそういう話をなんか聞きたいなっていうのと、あと普通になんかもう久しぶりだから、確かに。思い出話とかをしたいなっていうので呼ばせていただきました。いやーもう。健三とはね、話したらもうキリないぐらいの思い出ばっかりだよ。もう振り返ったら山ほどあるよ。マジで話したらさ、一回さ止まらなく話せるよね、多分。いや、ほんと止まんない。中京大学の入学式の文化会館の時から俺は止まらない。なんかサングラスつけてきたやつもいたしさ。お前だろ、それ。なんか懐かしいよな。で、なんか喧嘩売られてな。で、なんか全然違うやつが切れるっていう。なんか、そうだよね。入学式の時に初めて俺ら会って、一緒に入学式行ったんだよね。そう。そしたらいきなりトモサングラスかけてきて。いや、今振り返ったら、いや結構やべえよ。誰もいなかっただろうね、サングラスをやってるやつ。いや、それはいないだろ。でさ、そこでなんかヤンキーみたいなやつらがさ、なんかこう邪魔しに来てたじゃん、入学式を。そう、めっちゃ懐かしい。ね、それでさ、トモが喧嘩売られてさ、どっかちょっと裏の方に歩いてってさ、何すんのかなと思って鍵から見たらさ、お前なんだみたいな、金あげて解決すりゃいいんだろうとか言って1000円渡してさ、そう。しかもそいつもそいつでさ、何すんのかなと思ったら確か1000円受け取ってたんだよね。どんな入りだったんだよ、俺ら。いや、あの時、なんかちょっと、健三とはさ、会ったことなかったじゃん。なかった。実質。ベルディユースの南部っていうのは知ってたけど、修造とはさ、国体とかで一緒だったじゃん。で、なんかその中京大学に入ったっていうので、あれだよね、なんかもう田舎者の血が出てるからさ、まず舐められたくないっていうところでサングラスつけてたよね。面白かったな。いや、振り返ったらやべえよ。いや、振り返ったら本当放送できないようなことめちゃくちゃあるよな。いや、めちゃくちゃある。めちゃくちゃあるし、1時間で終わんないよ。いや、そうなんだよ。ただね、なんか俺とトモがさ、こうやってちゃんと話すの結構久しぶりじゃん。ほんと久しぶりっていうか、健三がさ、帰ってきたじゃん、日本。で、東京で喋ったじゃん。まあでもあれ、5月か。5月。今年の5月で、ゴールデンウィーク。あれが5年ぶりぐらいになったわけよ。そう、5年ぶりだったよね。そう、でも結局さ、お互いちょっとバタバタして隙間時間にあったから1時間半ぐらいしか話せなかったじゃん。でも話尽きなかったね。足りなかったわ。尽きなかった。てか、まず最初にデカってなった、俺は。だいぶデカくなってたよな、健三。態度？いや、違うよ。待って、態度は別に海外行ってからじゃないよ。ずっとだよ。いや、俺はもう絶対忘れないのが大学の練習中に、なんか健三と練習で1対1のなんか場面になって、で健三が俺に仕掛けてきて、で俺がボール奪ったらなぜか俺蹴られたっていう。これ言っていいのかな？大丈夫？大丈夫。俺ボールを奪って、マイボールになったらなんか健三ボールと全然関係ないとかで俺のケツ蹴ったことはで蹴っといて俺に大丈夫 OK みたいな。
グーサインして自陣に戻ってったからな。態度とかじゃないよ、もうあれは。さ、今だから一つ弁解したいんだけど、それ。うん。蹴ったことは 100% の事実なの。うん。でさ、時、俺情緒不安定で、うん。共に蹴る前にもう俺誰だっけな。マーシーのやってるやつ、同じやってる。そうだ。同じ学年のマーシーっていう選手がいて、うん。そのなんか3対3かなんかの練習の時にマーシーにボール取られて、俺イラついてマーシーを蹴っちゃったんだよね。うん、そう。そしたらその時当時キャプテンで今ブラウブリッツ秋田の中村亮太くんが止めに来て、俺が首根っこを掴んじゃったんだよね、確か。そう。そうで、俺監督に練習帰らされたの。そうだよ。その後で、そうだよ。で、俺それ繰り返しちゃったわけ。いや100歩譲って健三、うん、あんまり健三とマーシーってさ、そこまで仲いいわけじゃなかったじゃん。うん。でさ、俺の中で健三の大学の中で大学生活の中で一番仲いいやつ誰って言われたら、いや俺健三って言えるの。うん、だろうね。で俺の中で一番仲いいやつになんかマーシーと同じことされてるから、ちょっと俺も落ち込んだよね。でなんか俺絶対悪くないのに、なんか健三になんか俺悪いことしちゃったのかなみたいな思ったもん。そうだよね。うん。で健三その時記憶ある？もちろん。健三がそれでさ、監督にさ、アスさんになんかちょっと一瞬謹慎気味になったじゃん。なった。謹慎気味になって、で俺がなんか試合に出たの記憶ある？トップ下で。あるよ。ある。あるでしょ。で俺その時めちゃめちゃ調子良くて、うん。でなんか静学かな、うん、のどっかの時に調子良くて、で、うん、なんかなぜかわかんないけど俺14番になったじゃん。なった。でその日だけは健三がつけてる10番をなぜかつけて、俺確か点取ったよな。確か点取ったんじゃなかったっけな。活躍したの覚えてるよ。活躍して結構いいなって思ったんだけど、現実はそんなに甘くなかった。次の試合健三スタメンで俺ベンチ外だった何なのかなって思って、俺結構いい活躍して、1得点1アシストで 2-0 ぐらいで勝って、そうだったね。で亮太くんとか亮くんに、お前よかったよ今日みたいな感じ言われて、ああ言ったよねみたいな。でそのままちょっとなんか言っちゃよくねえかもしんないけど、よく愛知のさ名古屋の栄、行ってたじゃん。でそのままおっしゃーって思って火曜日から練習入ったらその週ベンチ外だった。何なのかなって思って。絶対的に信頼はあったもんね、朝さんに健三は。いや、そうだね。サッカーの面と、なんか、いや、俺が認めるのも健三のサッカーの面もそうだし、サッカーに対するメンタルとか精神はやっぱずば抜けてたよね。ああ、なるほど。まあ、友に比べたらね。いや、ごめん、そこに関しては俺一番なかったからね。そうだね。でも友なんか今だからいいけど、そのさ、俺友のこと蹴っちゃった時も友に助けられたけどね。俺あの時多分友が逆に怒って、俺に多分バチバチってなってたら、俺も制御効かなくてやり返しちゃってたと思うの。でも多分もし俺がそれしたら、俺多分ガチで退部とかになってもおかしくなかった、正直。いや間違いない。ただあの時にもう自分で友のこと蹴っちゃってやばいと思ったんだけど、その時に謝ったらまずいと思って、もうだからなんか OK でしょみたいな感じで多分グーってやったんだけど。そうだよ。わけわかんなかったよ俺あの時。でもあれで友が大人の対応してくれて、あ OK みたいな感じで対応してくれたからめちゃくちゃ助かったあれは。いや健三あれ大人の対応じゃないよ。びっくりしただけ。びっくり。大人の対応だったら健三よくないよって言う、確かに普通なら。俺はびっくりしてなんか俺までグーしてたから、グーしてたね。助けられたわ。でももうその後すぐ笑い話になったもんな。なんで俺のこと蹴ったのみたいな。いやだからマジで助かった。そんぐらいなんかもう話は尽きないよね。いやマジで尽きない。いやもう言えないようなことばっかだよ。でも逆に熱い時もあったけどね。まあね、もちろん。ドトールのミラノサンド A は俺絶対忘れられないよ。なんだっけそれ。いや知らないの健三、記憶ない？俺が風邪でダウンした時。いや風邪じゃないよ健三。ごめん風邪いや健三違う、風邪の時のダウンも俺パシられてたし、風邪の時もちょっと何も食ってないから、トモドトールのミラノサンド A 買ってきてって言われて。そうだごめん、ミラノサンド A の話はちょっと放送できないかもしんないね。でしょ。そうだね。でもなんか大体健三が体調悪い時とか、いやなんかあった時とかはなんか頼ってくれてたもんね。でそれに全力で答えてたもんな。いやマジで。だってインフルエンザかかってんのに一緒にインフルエンザの病院行ってくれたりしたよね。そうだよ。記憶ある？ある。俺マスク二重にしてればうつらないからとか言って、俺インフルエンザってほぼ分かってんのにさ、なんか一緒についてきてくれたよね。そうだよ。でもなんなかったね。
いろいろ聞きたいこともめちゃくちゃあるんだけど、本当に1年間のうち俺ら368日ぐらい一緒にいたから。ケンズ368日って365だぜ、1年。いやだからそのぐらいの感覚で一緒にいたから。いや、ちょっと待って、ケンゾーがわからない。ケンゾーが368って言うと、ボケてるのか、いや、本当に間違えてるのかまだわかんない。いや、マジで。ケンゾーって、マジで間違えてるけど、マジで真面目な顔で言うじゃん、前から。今の俺なんか、今のマジな感じだ。感覚的な問題でしょ。そう感覚的なのね。ちなみに一番最初の冒頭で紹介させてもらった時に、言わずもがな、みんなが知っているって言ったところから始まったところもちょっと突っ込んでほしかった。いや、そうだよ。何言ってんのかなと思った。俺ごめん、変な風に。ちょっと出しゃばったわ、あれは。いや、結構俺ビビった、ケンゾーの入りが。でもなんか、俺結構聞いてたじゃん、ケンゾーの声。ありがとう。いや、これね、会社に行く道中で結構聞いてたの。で、そのケンゾーの、はい、クラウド G ですっていうのを、ちょっと生で聞けてちょっと嬉しかったね。ありがとう。このね、ラジオ、日本人口のね、310万人一人聞いてくれてるから、ありがとう。その中の、じゃあ310万分の1ってことだね。ていうか、そんな聞いてんの310万人分の1だよ。あんま聞いてねえよな。今俺なんか捉え方はいやなんかちょっと惑わされてるだいぶ。でも俺は結構いやこの前聞いてて、何回か聞いて笑ったのが、なんか MC の方いるじゃない、がなんか公演で歌わされたっていうのでケンゾーだけ笑ったっていうのは普通に俺もなんとなくその光景浮かんだからで、その時と重なったのが、大学の時の韓国遠征行ってさ、マーシーとラップ対決したの分かる？覚えてるよ。覚えてる？あの時に、マーシーとラップ対決の時に、清水も笑ってない、修造はにやけてる、ケンゾーだけケラケラ笑ってたじゃん。マジ一緒じゃん、こいつちっちゃい頃とって思ったもん。運転しながら俺。やっぱね、人間のいいところはね、なかなか変わらないんだね。いいところだからさ、それは俺の。っていうことでさ、ちょっと今回、トモにいくつか質問をしたいんですよね、実は。で、トモの経歴って俺とは全く違うじゃん。俺は大学卒業してからそのままサッカーやってるけど、トモは大学で一区切りつけて、そのまま社会人として仕事して、でさいろんな紆余曲折しながらも今自分の店を、持たせてもらってるというか、店長やらせてもらってるわけじゃん。そうでそれでサッカー選手だった大学生の頃と違う見方で多分自分のこととかこの社会を見れてると思うの、俺のことも含めて、でその経験をちょっと俺が聞きたくて、もう純粋になんかこう俺が質問したくて、そうでいくつか質問あるんだけど、その一つ目が今大学4年間を振り返ってみて、当時しておけばよかったこととしておいてよかったことって何かあるのかなと思って、大学4年間そう当時のね。いや大学4年間のさ当時しておけばよかったことなんて正直、いや2曲あんの、いやだからケンゾーが今サッカー選手じゃん、サッカー選手に俺はなれなかったから、で今もししとけばよかったってなったらもっと真面目に向き合ってけばよかったって本当に思うし、ああなるほどね。4年間でじゃあ真剣にサッカーに打ち込んだかっていうと、いや打ち込んでないって言えるからさ、打ち込んでないっていうとなんか自分から打ち込んでないんじゃなくて、そのなんかさ大学もさ正直高校の時とかはさ当たり前にレギュラーに出てたじゃん、で大学入ってさ、もう怪我っていうのじゃなくて実力がなくて試合に出れてなかったら、もういや今だから言えるんだけどめちゃめちゃ逃げたくなるの、わかる？要はその場からその場から逃げたいから、言い訳を作ろうとするんだよ。なるほどね。で言い訳を作ろうとするから俺の場合だったらその遊びに逃げちゃったりとか、要はサッカーに向き合おうという気持ちになってなかったから、今社会人になったらさ、家族もできるし、でその自分が大嫌いだったから、だから今はどんなことあっても、真正面から向き合えるようになったけど。なるほどね。それがかなり大きいよね。大学の時の自分自身はあんま好きじゃなかったからね。楽しかったけどね。そうなんかここでこうやって聞いてくれてる人がさ、トモのことあんま分かんない人もいると思うから、正直ちょっと簡単に補足させてもらうとさ、トモってベルマーレから結構鳴り物入りで大学入ったじゃん。入ったで入ってすぐ怪我しちゃったけど、当時監督で今シンガポール代表監督の西貝さんっていう方が大学監督でさ、もう1年生の時から最初8番だっけもらってたよね。8番もらって、で俺ちょっと遅れて合流したんだけど、その時にはもう磯村もう多分スタメンだよみたいなこともちらほら聞いてたし、
そういう結構こうみんなから注目されてる状況で大学入学したけど、まあ怪我が重なってたよね。怪我が重なって結局4年間でなかなかシーズン通してプレーもできなかったし、出場にも出れなかったっていうのが、友の当時の現状だったじゃん。そうだね。そう。でもなんか、俺が思ってたのは、大学卒業した時に友はさ、なんか自分がいけない、ちゃんとやってないっていうのなんか自分で分かってたじゃん。分かってたよ。なんかサッカーと向き合えてないみたいな。そうだね。もうほんとそうだったわ。正直同期で、サッカーやってた人で、正直俺から見ても、そういう自分と向き合ってないのに、そこをなんかこう、なんか友みたいに素直に受け入れるんじゃなくて、なんかこう言い訳をしてなんとなくやっちゃってる選手って他にもいたから、だからなんか大学の時には苦しい思いは多分したと思うけど、なんかそうやってできなかったことをちゃんと自己分析してやれたからこそ、なんか今こうやって多分社会人出てになってちゃんと自分でこう地位を築けてるのかなと思ってんだけど、確かに大学の時にもさ、それは大きかったよね。と思う。いやー、でさ、健三ってさ、じゃあなんか俺の中の、まあ健三って、そういう面ではめちゃくちゃ、なんつうんだろう、俺自身と真反対だったじゃん、正直。サッカーに対しての向き合い方。そうだね。で、そこはマジで学んだし、最後さ、健三のさ、アパートでさ、じゃあなーって言った時にさ、手紙くれたの覚えてる？覚えてるよ。パッと見たけど、なんだこの小学生の字はって思ったけど。なんて書いてか覚えてないでも。いや、俺は、あの時の、もう、内容とかを、全部が全部覚えてないけど、今、引っ越してちゃんと撮ってるけど、あの時に健三が書いて一番残ってるのは、俺は、友との付き合い方を間違えたかもしれないっていうのが一番残ってる。書いた記憶ある？いや、それは書いたかどうか覚えてないけど、俺はずっとそれは思ってる。なんか俺はなんかお前といて楽しかったけども、なんかお前のことを思ったら、俺はお前との付き合い方を間違えたかもしれないみたいなことを書いてて、でなんかそれをなんか今の結婚相手のさ、妻のさきさんに見したの、したらマジ分かってくれてんじゃんみたいな。字読めてた奥さん？字読めて、これ何？子供が書いたのって。大丈夫この人みたいな。そうだよ、こいつは字とかは書かないからって。そうだね。字とかはあんま書かないから大丈夫だよ。授業、大体帽子かぶって、携帯触って、ネイマールの YouTube しか見てないから大丈夫。そうだったね。っていうのは正直あったよね。で、その時に、いや、俺なんか、健三のそれ手紙見て、社会人になって、いや、あるんだよ、やっぱ社会人でも。でもさ、大体さ、健三みたいにさ、サッカー選手に一個の方に向かってくっていう方がさ、ぶっちゃけ健三、社会人になってないからわかんないけど、そっちの方が多いじゃん、事実。そうだね。サッカー続けてる選手よりも続けてない人の方が多いから、その時に絶対社会人になったら生まれ変わろうって思ったよね。そっからやっぱ生まれ変われた。その大学の時の悔しさだったりさ、自分が好きじゃなかったって言ってたじゃん。卒業した後にこう、意志を強く持てた。いやー、もう意志を強く持ったね。で健三がさ、いや俺的に、まあこれがその伝わるかどうかわかんないんだけど、サッカー引退後にさ、健三が大学の時に俺の車に乗ったの何回か、まあ大体乗ってたじゃん。例えばその昼ご飯食いに行く時とか何話行くとかさ、健三家まで車に迎えに行って、じゃあ行こうかって言った時にさ、俺さもうサッカーやめてからさ、多分知ってるだろうけど、一気にタバコ吸い始めたの。そうなんだ。知らなかった。そうだよ、そう。で俺今やめてるけど、サッカー引退後に、まあこれももうあれだよな、弱いから吸うんだけど、でタバコ吸ってて、で健三が俺の車に乗ってきた時に、健三が乗る前に俺は必死でタバコの匂いを消してたの。わかるよ。で、健三がタバコ臭って言ったのよ、一回。何お前タバコ吸ってんの、みたいな。その時には、やべってやっぱ思ったもんね。だから何がやべって思った時に、なんつうやべって思うってことはさ、なんか俺の中でこいつにはまともな人間と思っててほしいみたいなのがあって、で、そういうところからもうそれをきっかけにもうすぐタバコもやめたし、絶対社会人になって、1年後2年後とかに健三とか修造とか清水とか会った時に、いや、友変わったねって言われるように頑張ろうって思ったよね。なるほどね。でもやっぱ、その大学の時の4年間が、まあ生きてるだろうね。生きてるね。当時を振り返ったら、その4年間はうまくいったかいかなかったかで言うとさ、サッカーだけで見たら、思うようにいかなかったかもしれないけどさ、やっぱ繋がってんじゃん、なんだかんだ。いや、ほんとそうだよ。なんかそこで逆にさ、まあもう言葉選ばずに言うとさ、本当にもうサッカーに向き合えてなかったじゃん。いや、ほんとその通り。担当直入に言うと。いや、全然。それが逆にこう中途半端に、
なんか50-50ぐらいだったら、なんとなく自分の自分の弱さにも向き合えずに、なんとなくここまで来ちゃってたかもしれないけど、その当時ね、もう完全にもうそういう状態だったから、逆にこう吹っ切れてね、今こううまくいってるというかこう、頑張れてるっていうのはあると思うんだよね。そうだね。もう完全にそうだったよね。うん。いやなんか中途半端にさ、なんかよく見せようとかじゃなかったじゃん。うんうんうん。なんかもう、例えばさ、火水木金、土曜日、試合終わりました。で、その夜にじゃあ飲みに行きます、みたいな感じだったじゃん。でさ、健三とかさ、例えば、どうせだったら清水、私修造、と結構試合に絡んでる奴らがいたからこそ、自分がどんどん、なんだろうな、弱い方に逃げていくのが慣れちゃってたよね。そこはあるわ、絶対。で、弱い方に逃げていくのが慣れて、なんかレギュラーで出れてない時ってさ、肩身狭いじゃん。そうだね。肩身狭いし、なんか、その主役感が全くないことに慣れて、脇役でいいわ。で、肩身狭いことに慣れて、で、肩身狭い同士仲良く、なんか、つるむみたいな雰囲気あるじゃん。で、俺はそれは嫌だったから、嫌だったから、まあ迷惑だったかもしんないけど、やっぱり健三とか清水とか修造とかと、そういう肩身狭いグループでなんか仲良し小良しやるんじゃなくて、そんなんだったけども、そこは割り切ってたよね。なるほどね。まあでも、当時、俺は友がもがいてるのは分かってたから。マジ分かって。やっぱりさ、自分がなかなか試合に出れないとか、怪我しちゃうとかさ。で、こう、やっぱ自分が置かれた現状に現実逃避して、やっぱこう、ちょっと遊び出ちゃうとか。そう、だから本心はちょっとそこに対して自分自身で前向きになってないけど、まあいいじゃんっていう、自分の弱さが出てそういうことをしちゃってるっていうの見えたけど、だから俺友に接し方間違って手紙に書いたかどうか覚えてないけど書いてあったとしたら、だからその時になんかこう、俺は結構黙って一歩引いて友の言動行動を見てたりしたの。でもその時になんか俺はちゃんとなんか言葉として伝えてあげてればよかったなっていうのは今でも思ってるけどね。具体的に言えば、俺さ、友にめちゃくちゃずっと言ってたけど、もうとにかくどんな状況でもいいから縦パスつけてってずっと言ってたじゃん。言ったら。そう、それが実際に言ってできるのも友ぐらいしかいなかったし、やっぱ俺トップ下とか前で出させてもらってて、やっぱ友がいるかいないかで俺超違ったから、でそういうのをちゃんとチームのためにやってほしいとか、なんかそういう言語化してもう少し伝えてれば違ったと思うんだけど、俺はなんかその時は一歩引いてみて、判断することしかできなかったから、でその意味も含めて多分俺はね、その手紙に書いたんだと思う。いや、あの手紙はね、未だにね、響くよ、やっぱり。でさ、健三そのプレーに関してはさ、確かに言ってくれたじゃん。で、俺もさ、結構試合中さ、ボールもらったらさ、縦パスつけるイメージしかなかったし、で、大体、その首振った時に健三が入るし、で、コミュニケーションたくさん取ってるからさ、健三へのパスとか、どういうのが欲しがってるとかわかるんだけど、プレイのことはよく話してるじゃん。でもその精神的なもんってさ、確かにあんま話してなかったよね。そう。そこをね、もう少しコミュニケーション取るべきだったかなっていうのは思ってて。で、やっぱさ、今になってすごく思うんだけどさ、結局サッカー上手い人とかセンスある人って5万といるじゃん。いる。そう、それこそ修造っていう、牧野修造ってやつもさ、ベルディユースから俺らと一緒に大学入ってサッカー選手あったし、でもその選手とか前だけじゃやっぱ残っていけないんだよね。っていうのを俺がすごく今も身に染みて感じてて、そう何が大事かって言うとやっぱなんか意志の強さだったりとかさ、なんか本当にメンタルっていう言葉で一括りにしちゃうのもちょっとどうかなと思うんだけど、メンタルって言葉に例えると本当にメンタル7割で技術3割ぐらいだと思うの俺は。でそれさえしっかりそこのバランスさえ取れてれば、後々技術がバンって入れ替わることがあると思うのね。だからそこの部分が俺がこう言わせてもらうと足りてなかったかなっていうのはあるけど、間違いないと思うよ。ただなんか今俺が言いたいのは、これを聞いてくれてるリスナーの人とかいたとしたら、なんかそういうなんかこう自分がうまくいかなかったこと後のその立て直し方みたいなのが一番大事だと思うの。だそれを自分のこう弱さを気づいて今こういう風にやってるの俺が知ってたから1回目のゲストとして呼ばせてもらったっていうのもあるからさ。ありがとうね。なるほどね。そうで今この話をちょっと通じて2個目の質問なんだけど、次はこう社会人になってから、今後も社会人として生きていくわけじゃん。まあ俺もだけど、でその中でやっぱこれから必要だなと感じることは何なのかなっていう。いやー、これから必要だ社会人として、まあこれからもそうだし、今こう社会人として9年やってきて、やっぱこれは特に必要だなっていう感じることって何なのかなっていうのは俺聞きたいんだよね。いやもうこれね、俺が社会人になって、今
責任者、埼玉は全部任してもらってて、で、店舗も持って、で、社員もいるわけじゃん、店舗に。後輩とか、あんま言い方良くないけど、例えば部下だったり、俺よりも20個上の先輩を、例えば部下で、こうしてほしいですって言わなきゃなんない状況なのね。で、まさにそうなんだけど、これ社会人になってからとかじゃなくて、やっぱりね、健三がさっき言ったみたいに、俺メンタルっていう言葉ってさ、多分サッカーでは通じるけど、社会人ってさ、メンタルって言うと、今の時代だと耐えるっていう意味になっちゃうの。メンタル強くした方がいいっていうと、耐えるっていうイメージなの、社会人って。要は上司からの例えばパワハラに耐える。で、健三のメンタルとさ、社会人のメンタルって違うじゃん。健三のメンタルって要は自分の中でポジティブにどんな物事をもっていうメンタルの意識だと思ってるんだけど、例えば社会人で後輩にメンタル強くしなきゃダメだよって言うと、理不尽に耐え抜くメンタルっていう認識なのね、社会人の場合は。なるほどなるほどなるほど。でだから、俺が社会人になってからも今も多分今後も絶対そうなんだけど、メンタルっていうよりも考え方がすんごい大事だなって思う。なるほどね。そう例えばこの人とのお付き合いの仕方の考え方、だからそのサッカーのポジティブじゃなくて社会人だったら考え方次第でものすごい変わるな。でっかいくくりで言うともう人間力だよね。頼られる人間力、可愛がられる人間力、信頼される人間力、そう先輩から慕われて後輩からも慕われるような人間力、じゃあ人間力決めてないかな、考え方だなって思って、そこはかなり、その大学でもそうだったけども社会人になってからで健三にさよく本、読もうねみたいな話してたじゃん。してたね。で健三が読んでてさデル・カーネギーの人を動かすっていう本とかさ、いろんなニーチェの本とかもさ、そういうので考え方をどんどん見直してったね。それはかなり大きい。考え方ね。俺もさ、今ちょっとメンタルっていうちょっと大雑把なさ、なんか、感じでちょっと言っちゃったけど、俺もそのメンタルっていうのは分けられてると思ってて、俺が一番こう大事なのは、やっぱ物の捉え方だと思ってるから、ちょっと似てるかも、考え方っていうと。似てるよ。そう、メンタルっていうとさ、もう大雑把でいろんなことが含まれちゃうから、結構ぼんやりしすぎてるんだけど、もっと具体的に言うとやっぱその物の捉え方っていうのってそのメンタルにつながると思ってるから。めちゃくちゃ伝わるよね。そうだよね。だからやっぱその同じさ、俺はサッカーと友のその社会人っていうので土俵は違うけど、多分そういうつながる部分ってめちゃくちゃあるんだよね、どの世界でも、っていうのは今感じたわ、今言ってもらって。間違いなくそうだよ。そういう風にやっぱこう人間的な部分だよね。いやもう絶対そう。もうね、でそこは本当に感じるね。人間的な部分が何事もめちゃくちゃ大事だなって。友もそうやってさ、社会人でもう9年いろんなことに揉まれながらやってきて、やっぱ根本的な大事な部分はそこだなっていう風に感じるってことは、多分間違いない部分なんだろうね。間違いない。そこが土台にあって、それプラスじゃあ何ができるかっていうところになってるじゃん。そういやなんかさ、営業職もさ、健三営業できる人ってめちゃくちゃいるわけよ。営業、俺営業の仕事だから。で例えば口が上手い人とか、その相手の心理を読む人とか、そのいろんなのいるのね。例えばその数字を出す力がすごいとか、でもなんかよく今、新入社員の子とかにもさ、その伝えるのが、営業力っていうのはその商品を売る力じゃなくて、あなたから買いたいって思ってもらうのが営業力だと思ってるの。なるほどね。口が上手くてこうでこうでこうでじゃなくて、いや俺も正直話すの上手でないし、慌てると思っちゃうところもあるし、でもその、お客様が例えば誕生日の日にお花持ってったら数日間で枯れちゃうけども、例えばサボテンだったらどうかなとか、そうなんだろう、その心に残るようなサービスを繰り返していくのがいいんじゃん。でそれが1回じゃなくて、だからそのうまいじゃなくてやっぱり伝わる営業マンになるべきだよねみたいな話はするよ。そこらやっぱ似てるなって思うからね。いやそれは確かにめちゃくちゃ大事なことだな。だから健三さっき言ったさ、うまいやつはなんぼでもいるっていう話してたじゃん。いや営業でもまさにそうなの。口うまいやつはいっぱいいるし、でもねバレるんだよ、お客様がご立派だから。分かる人分かるよね。分かる。でサッカーだったらさ、うまいやつはいるけど、じゃあそのうまいプレーが何試合続くのって。だから渡る、がさ、なんかすごいのがさ、やっぱなんか彼って本当にどのカテゴリーって出れなくても精神状態変わんないからね。いやー、遠藤航選手ね、今この話は。そうだね。だからユースから J2 行って J1 行ってもなんか気負わないし、
その部分はその身近で渡るがいたからさ、そういうのは結構俺の中では言わないけど勉強になってたよね。まあ、そうだよね。確かにそこは絶対あるよね。確かになんかこう、なんか俺が物を買いたくなるときって、これを買ってくださいって言われるよりも、なんかそのストーリーだったりとか、そこになんか心を揺さぶられることがあった時に買いたくなるし。間違いない。だからそれができるかどうかっていうのはさ、やっぱ日頃の積み重ねだよね。それをさ、この場だけでやってるなって人は、やっぱ俺も感じるしさ。絶対バレるからね。だからやっぱりもう出るんだよ、ケンザ。その多分人間性がもうその目に見えないものでさ、例えばボールペンの渡し方1個で、その所作で丁寧に渡してるな、日常からみたいな。で、契約の時だけ丁寧に渡すなとか。わかる？そのなんか契約じゃない、そう手続きの時とかもボールペン渡す時に、じゃあこれ書いてくださいって片手で渡すのか、契約の時は両手で渡すよねっていうのも、多分お客さん絶対わかるから、今勤めてる会社がさ、すごくそういうの厳しかったから、なんか人間力を成長させなさいみたいな。なんか繋がるよね。なんかそう考えてると本当になんかこうサッカー選手もそうだし。めちゃくちゃ繋がる。ちょっと俺の話さ、一つさせてもらうとさ、俺が中学校の時にさ、中学校2年生かな3年生の時に、いきなりトップの練習試合に出させてもらったことがあったの。その時に、七海宏さんっていうさ、わかる？いや、めっちゃ、健三。わかるに決まってんじゃん。左利きのさ、元日本代表の10番の人なんだけどさ、わかる？健三。俺も一応サッカーやってたからわかるよ。いや、わかるか。その方がトップにいてさ、試合終わった後に、もうこれはチャンスだと思って、まあその、七海さんはさ、ベルディに来る前、イタリアとかでもプレーしたから、ちょっと質問しようと思って、質問しに行ったことがあったの。で、俺が質問したことが、イタリアでジダンとかデルピエールとかと一緒にやって、世界のトップ選手を肌で感じ、何が違うと思いましたかっていう質問をしたの。そしたら、七海さんが、なんか、いや、人間性だよみたいな感じで言ってくれて、人間性と止めて蹴るの技術って言ってたの、その時。なんかみんなはこう足技の派手な部分しか見えないけど、彼らに共通してるのはまずしっかりした人間性があることと、あとはもう基礎技術の止めて蹴るがしっかりしてるから、その上にテクニックがあるみたいな。なるほどね、一番大事なとこだね。で、俺はその時中2だから、まあ想像してもらえば分かると思うけど、中2の時に俺なんかもう破天荒でしかないじゃん、多分。間違いないね。眉毛細かったんじゃない？眉毛もうほぼない状態だしさ、なんかジェルで髪の毛固めてるしさ、そんなやつがさ、なんだよ人間性って思ってたわけよ。なるよね。でも、今思ったら意味が後から聞いてきてる、今は。いや、もう間違いないよね。さっきのさ、健三の質問のさ、もしその今言えるんだったら、俺本当に今の精神状態と今の気持ち、今の心の持ちようで大学生活を一からやりたいもん。いや、もうそれは。そしたらまたサッカー終わった後、境に遊びに行く。いや、行ってないね。行ってないね。月1ぐらいになってるよ。毎週じゃないよ。毎週じゃない。いいね。月1だったらいいね。健三だって半年に1回とかだったじゃん。俺半年に1回、何回か行っても俺ネタにしてたよね、多分。いや、もうね、健三は何回か行って、で、なんか言わなかったけど、なんか、誘うなオーラも出てたし、で、俺が健三を誘ったら俺怒られるんじゃないかなっていう気持ちもあったからね。そうだね。ちょっと途中からそうなったね。でも今はその健三の話はないけど、やっぱり戻れないけど、今その31になっていかに人間性が大事かっていうのは、いやまだ俺も人間性がいいわけじゃないけど、良くなろうと思うことがすごく大事なんだなっていうのは今あるよね。本当にそこの部分に関してはもういくつになっても追求し続けなきゃいけない部分ではあるよね、多分。間違いない。まあでもちょっとそれはいいね。やっぱその俺は最近サッカー選手としてその人間的な部分の重要さを感じてたところだったから、なんかその社会人でさ頑張ってる友からも同じ意見を聞けたのは俺は嬉しかったね。じゃあここでさちょっと結構真面目な質問を2つしちゃったから、ちょっとこれまあ俺を中心にさせてもらってるラジオっていうこともあって、俺と友の共通点っていうこともあるから、ちょっと1個砕ける質問をさせてもらうね。いいよ。大学4年間一緒にいたじゃん、もうほぼ毎日。いやほぼ毎日いたよ。で当時の俺とのなんか思い出、良くも悪くもなんかそういうのってあんのかなっていう。いや、健三との思い出でしょ？よくも、いやもう一番とかはもう選べないよ。じゃあなんかじゃあ俺とこう出会って良かったところ、逆に良くなかったところ。いや、健三と出会って、いや、良くなかったことっていうのは、良くなかった点はないね。今その健三、いやこれもうそのお世辞とかじゃなくて、ごめん、質問が下手だった。良くなかったことって言ったらちょっとミスったけど、俺のなんかこう俺
に対するちょっとネガティブな思い出。いや、ネガティブな思い出っていうか、健三は、なんかその、いい意味でも、そうでない意味でも、うん。もうちょい人付き合い上手くなったらいいのになと思ったよ。それ今でもね。それ今でも。すごくこう感じてます、それはマジで今でも。いや、だからそれはなんか今でも昔でも、なんつうの、その健三と、例えばさ、じゃあ俺が初回で健三と会いましたってなったら、南部健三っていう人間と健三のその雰囲気、出してる雰囲気の壁を越えてくる人間って結構少ないと思うの。いや、まさにその通り、本当にその通り。じゃん。で、その、超えてきた人間とは健三、すごく話せるんだけど、健三って超えてこない人間は、その、健三が避けてるわけじゃなくて、もう相手が引いちゃうのよね。なんかすごいね、マジで。その通り、本当に。そこは、その、なんつうの、健三とのその嫌な思い出とかそんなんじゃなくて、健三もっと人とかうまくやったらいいのになって。やっぱあったよね。それは本当にありがたい。本当にその通りだと思う。俺もそれは自分でも超思ってるから、ちょっとそこは改善しなきゃなって思つつ今に至る。でもどのぐらい当時と改善できてるのか分かんないけど。でもまあなんかそれ貫いてんからもういいんじゃない？そうだね、なんかこう、なんか逆に良さでもある。逆説的に言うと良さでもあるかなって思ってるから。そう。変にそこをなんかこう、そぎ落とさないようにはしてるけど。そうだね。ちょっと大学の時は、その感じが強すぎたかなっていうのは自分でもあるから、持ってるから、そこはちょっとね、意識してるつもりではいるけどね、今は。ただよくそこまで分かってたんですよ。いや、分かるよ。だってだいぶ、本当にフィルターが強かったじゃん。強すぎたかもね。あと作ってたっていうのもあるけど、それは。でもあったよね。なんかそういう雰囲気出してたもんね。やっぱりその大学の時にさ、俺が中京大学入って第一印象で全体的に思ったことは、本当にただのぬるま湯な仲良し集団だなって思ったから、これじゃ俺はもう全国で優勝する組織を目指してたから、これじゃもう到底及ばないなって思ってたわけよ。1年生の頃に。だからそれは、俺がそういう風になりたいんだったら、もしくは俺がもう大学卒業してそのままプロの第一線で活躍したいんだったら、俺が自分でキャラ作りして入っていかないと、多分これ厳しいな、嫌われ役じゃないけど、っていうのを感じたわけよ。本当入って、ゴール時1日目2日目とかに。足首のチューブトレーニングしながらでしょ？そう、足首のチューブトレーニングと体感しながら感じてたわけよ。いや、それがすごいよね。それをさ、貫き抜いたじゃん、4年間。だからそれをやりきったね、4年間。だから結構きつかったけどね、正直自分的には。もっと仲良くしたかったし。だってさ、俺とか逆だったじゃん。俺とかその場の、例えばさ、練習の雰囲気とかさ、やっぱ違うじゃん。その健三が求めてる練習の雰囲気と。で、なんか俺もさ、なんか言ったらあれだけどさ、高校から来てさ、ベルマリユースから来て違うな雰囲気はってやっぱあったけど、そこはなんか俺の中の良さでもあり良くないところでもあるんだけど、そのフィルターが甘かったから、業に従えじゃないけど、その場の雰囲気に合わせようってなって結果流されてたのかなって。でもその中でもその新里亮君とかさ、和弘君とかさ、亮太君とかプロになってるわけじゃん。だから流されながらも軸持ってる人は軸持ってたんだなって思う。いやー、ほんとそう思う。本当にそう思う。健三はもう流されないでずっと軸持ってる感じだったけど、だからやっぱりその大学で一番のあれって言ったらやっぱり軸を持たないで流されすぎたなっていうのはあるよね。いや、まさに本当にそうなんだよね。今、そのさ、大宮 RD ジャーっていうところで活躍してる新里亮君っていう人と、今、ワンホール甲府の佐藤和弘君と、ブラウブリッツ秋田の中村亮太君っていう方々が先輩にいてさ、あの人たちってさ、こう、肩に力が入ってないというかさ、なんかこう軸はあるけど、そんなにこう、常にこう、気張ってない感じがあったじゃん。そう。で、そこは本当になんか、見習わなきゃいけなかったなって。一方で俺はね、常に気張ってて、っていう感じだったじゃん。気張ってたね。だからそこは本当に、彼らが卒業して J リーグで活躍してるのを見て、なんかそういうちょっと息抜きする部分もやっぱ大切なんだなっていうのは感じたけどね。いや、俺ビビったのが、ちょっとなんかその遊びじゃないけど、遊びの雰囲気のミニゲームとかでもさ、健三なんか負けたらブチ切れてたもんね。笑ってんじゃねえよとか言ってたもんね。で、大体俺はその時さ、相手チームで健三がね。で、なんか、ウェーイとか言うと、健三ブチ切れてたもん。ね、そうだったかもしんない。だから肩の力とかじゃなくて、もう、サッカーっていうのになったらもう、健三はそのまっすぐだったんだろうね。そうだね。なんかこう、俺大学生の
頃のさ、唯一の誇りといえばさ、もうこれ以上できないだろうっていうほどの練習量とか練習はしたと思うの。ただ、それをちょっと努力っていう言葉に置き換えるとすると、そのつもりはないんだけど、マジでこれ以上ない努力はしたと思うけど、その努力の方法を間違えてたね。とは思ってるけど。なるほどね。そう、でもなんか俺はさ、その友にはさ、4年間本当にどっかのタイミングで一回サッカーと本気で向き合ってほしいっていうのがあったから、なんかそれを、なんか、不器用だったから言葉では伝えられなかったけど、やっぱ自分の背中でそういうのは見せなきゃいけないなっていうのはなんか自分の使命でもあったからやってたっていうのもあるけどね。いや本当に、いや今それを健三がさ、その言葉で言ってくれてさ、いや身に染めてさ、今パーンと思い出すのはさ、中京大学の筋トレルームでその健三がさ、デッドリフト、お尻のトレーニングやってる時にさ、俺は何やってたかって言うとさ、ベンチプレスばっかりやってたの。でなんでって健三はサッカーのためじゃん。俺は夏の海でモテるために胸筋ばっか鍛えてたからね。その時点で全然違うよね。健三は体幹強くする、デッドリフト、ハムストリングで、あとはちょっと背筋鍛える懸垂とかやってんだが、俺はずっとベンチプレスやってた。でもさ、結果的にさ、海とかよく行ってたじゃん。友めちゃくちゃモテてたじゃん。俺なんか誰からも振り向きもされずにさ、いたけどさ、友めちゃくちゃモテてさ、お前ずーっとなんか話してよさ、俺だけ一人で待ってるとかさ、だから結果的には友やってること間違えてないから。いや間違えてない、目的にはね、目的はあったよね。そうだよ、だから目的は達成してるから素晴らしいでしょ。確かに。でも健三が海でモテなかったのは海水パンツにも理由があって、健三だけサッカーのカッパの黒パンで着てたからね。俺はなんか白のラコステとかの海パンでちょっとおしゃれな感じで行ってんのに、健三は普通のベルディのカッパの練習着で着てたから、確かにね。もうモテるモテないとかで言ったら、もう俺ずっとさ、付き合ってたじゃん。その当時から。今の嫁と。っていうのもあったしさ、修造友と俺って一緒にいることが多かったじゃん。もうそもそも修造と友はもう顔できてて、俺だけなんかこう、ザ・昭和とか、明治時代からできてきたみたいな顔してるからさ。いや。お前ら、確かにね。確かに否定はしない。二人はもう令和のニュー世代みたいな。現代っ子だったよね。現代っ子だったよね。もう明らかにジェネレーションギャップあったよね、なんか顔で。あったね。なんか侍みたいな顔してたもんね。一人だけ侍がいて、二人ジャニーズがいてみたいな。それは俺が運転手になるわ。超懐かしいわ。まあでもね、結局なんか考え方、それも捉え方だよね。結局さ、サッカーには繋がんなかったかもしれないけど、その友が胸筋鍛えてたっていうさ、目的には理にかなってるから、それはまあ確かにね、それは素晴らしい。で、いや本当に考え方だと思う。俺はそれはもうサッカーのために鍛えてた。それはモテねえわ。いや本当にそこで健三がそのサッカーで向き合ってほしいっていうのを背中でずっとその示してくれてたっていうのも、気づいてたんだけども、だから俺もさ、健三がさよく筋トレやってたじゃん。でその健三ってあんまラーメン食べたがんなかったじゃん。そうだね。でしょ、なんかラーメンさ、でもいやラーメンはみたいな感じだったじゃん。っていうのも知ってたし、でもなんか健三の真似をちょっとやっても続かない自分がいた。そうだね。中垣くんだっけ、当時のフィジカルトレーナーね。そうに、健三ってどんなトレーニングやってんすかって言って、ちょっと僕もやりたいっすわって言って、でそれでやったら、こういうトレーニング別にやってんだって、でそのまま練習入ったらさ、なんか健三なんでこんな早く来てんのお前みたいな、なんかずっと足首のトレーニング体幹やってるし、練習始まる前からこいつなんでこんな汗かいてるでそれで俺2日目ぐらいに中垣くんに、ね、健三ってさみたいな、あいつ授業行ってないよねみたいな、いや多分、磯ずっとトレーニングやってるよみたいなだよねみたいな、ですげえなみたいなしたら、なんか言われたのが、磯には申し訳ないけど、そのトレーニングに対しての、その深さが健三と磯は違うみたいな、って言われたのが、当時はわけわかんなかったの、深さって何みたいな。そうだから健三ってさ、例えば懸垂やるのは相手の手を押さえるために懸垂やってますみたいなのあんじゃん、っていうのを意識してあいつはやってるけど、みたいな。磯村はちょっとそれは薄いよねみたいな。だって海のためだもんね。そうだよ、海のため。トレーナーの加藤さんって言ったでしょ、加藤さんから上半身は鍛えると中足骨の骨が折れるからやめなさいって言われてんのに、ずっとベンチプレスばっかりやってた。そしたら大学4年間で4回中足骨折れた。やばい。
でも中足骨はおったけどさ、海で女には持ってたでしょ。海には持ってたね。海では折れなかった。中足骨関係ねえから。海ではなんビなーチらはスーパースターだったけどね。ビーチではスサッカーのーパースター。ピッチはずっと補欠だったな。全然補欠。だからそこだよね。やっぱりさ、どんな土壌でもさ、輝けるようになんなきゃダメだけど、だって正直、いや、今振り返ったら海のピッチで輝いてても何も意味もないからね。まあそう。マジで。まあ、そうだね。まあ意味はなくはないと思うけどね。そうやってコミュニケーション取ったりとかさ、そのピッチ外のところで楽しめるっていうのも大事だと思うけど、まあバランスだよね、多分ね。なんか今後のビジョンっていうかなんかこう目標ってあるのかなと思って、なんかそれがあれば教えてほしいなっていう。今俺さ、健三にも言ったけどさ、会社もやってるじゃん。で、実質俺がやってるんじゃなくて、妻が会社をやってるわけじゃん。ああ、そういうことね。そう、俺がその EH に入社してて、で責任者を任せてもらって、3年目で責任者になって、でそっからバーッと行って、で4年目ぐらいの時に会社立ち上げたの。で会社立ち上げちゃダメだったんだよね、会社的には。ですぐ一発謹慎もらって何やってんだってなって、でもその自分の会社を持って成功したいっていう夢もあったから、だからその二足のわらじじゃないけど、そんなの無理だよっていう人もいるかもしんないけど、自分の会社をその今妻の名義でやってる会社も大きくしながら、で今勤めてる会社で、でっかいこと言っても現実的になんないけど、俺営業本部長になりたいなって思ってるよね。なるほどね。もっといい会社にしたいな、もっといい社員でもっといいお客様を喜ばしたいなって思って、その両方やりたいよね。なるほど。ありがとう。形はどういう形かわかんないけど、やっぱ4年間で一緒に苦楽を共にしてきたからさ、なんかこうね、ちっちゃいことでもいいし、なんかね、なんかいつか一緒になんかできれば嬉しいよね。いや、俺は本当そう思うし、健三もその奥様いらっしゃるでしょ、のためにさ、やってるところもあるしさ、今も俺も家族のために頑張ってるところもあるから、なんかいつの日かなんかね、健三の家族と俺の家族がどっかで会ってさ、なんかバーベキューとかやりながら昔話に花咲かしたいよね。そうだね。なんかそういうのもね、していきたいよね。ありがとう。じゃあ最後の質問なんだけど、友がじゃあ人生振り返ってみて、苦しかったなって思う時期あると思うの。で、その苦しかったなって思う時期の自分に対して、今だから言える言葉ってある？いや、大丈夫。そのまま耐え抜けって感じかな。なるほどね。やり続けろって。大丈夫。今もうそのままやり続けろ。そうだよね。いや、その言葉に尽きると俺も思う。だよね。振り返ったらさ、なんか例えばね、社会人になってからも、1年目なんて健三理不尽な塊だったから、俺アスファルトで2時間正座させられたんだよ。そんなことあんの？両手広げて。そうだよ。両手広げて。で、基本的には営業終わって家に着くのが夜中の12時半ぐらいで、で、先輩とルームシェアだったから、先輩のお風呂ぶわー洗って、先輩の洗濯物畳んで、で、店長に早くなりたかったから、その当時の店長の話してるの録音して、全部ノートに書き出して、夜中の3時半ぐらいに寝て、次の日6時に起きてをずっと繰り返したね。だけど、その時が苦しかったけど大丈夫、そのまま頑張れって言ったから今があんのかなとは思うけど。マジか、すごいな。一発アウトだよ。今だったらもうブラック企業のブラックだったからさ。でもやっぱりその分、当時頑張ってよかったよね。まあそうだよね、やっぱ。なんかごめんありきたりな質問して、ほんとその通りだと思うわ。でも時代変わるからね、健三。まあそうだね。それもあるね。そう。俺が新入社員の頃なんかそういうのは、まだそんな厳しくなかったじゃん。今だったらもうそんなのアウトじゃん。そりゃ、まあ一発アウトだから健三のあれだよ。言えないけど、チーム名出したら多分良くないから、J3 の。いいよ、言ってよ。もう全然言ってよ、全然言っていい。いや、いいの。富山の時の話とかさ、いや、俺が聞いてて、そのラジオで。やっぱイライラしてたもんね。いや、言わなかったけど、いや、お前、こらって思ったもん。子供と遊んでた時の話とかさ。で、その健三のその家族の言葉でっていうのは、なんか俺の中であれ聞いてた日はもう朝からイライラしてたね。朝聞くこと多いから俺。まあでもそれこそさっきの友の話じゃないけどさ、やっぱ耐えろに尽きるよね。やっぱあれが、それがあるから今があるっていうのは間違いないしさ。ちょっとさ、話変わるけど、昨日、格闘技の朝倉未来選手がさ、ヤーマンに負けたじゃん。負けたね。で、本当にかっこいいなって朝倉未来選手のこと思うんだけど、やっぱこう、負けた直後でもさ、こう、感情的になるんじゃなくて、まあもちろんその脳震盪っていうのはあったけど、ちゃんと自分の言葉で試合を振り返るとか説明できるとかさ、でしたもんね。で、負けた後に多分どう乗り越えるとか、まあ彼は問われると思うけど、まあ彼はそれを乗り越えてきてるから、俺すごいかっこいいなと思うんだけど、かっこいいよ。
だからそれは本当になんかどこでも共通するよね。なんかやっぱ耐えて、苦しい時やっぱ一回耐えてみる。で、もしも一回、二回、三回耐えて、これが厳しかったら、道を変えるっていう選択肢も取ってもいいと思うけど、まず耐えない限りは何も自分に返ってこないから。絶対ない。間違いないわ。で、なんか耐えてたらさ、なんかその、耐えてたらわかんないけど、救いの手みたいのが来るじゃん。そうだね。本当にそう。俺はそう来たからさ、そこで半年耐えたら、なんか、お前もう転勤じゃって言われたのね。お前使えないから転勤じゃって言われて、九州とお前、東北どっち行きたいんやって言われて、九州ですって言って、じゃあ東北やって言われて。それで青森行ったの？そうだよ。そう、東北だって言われた2日後に転勤。マジ？自分で段ボールに荷物入れて、自分でヤマトで送って、で自分で最初行って、すごいね。でそこに行って、別の上司と出会って、なんかもう自分の思い通りにやっていいよって言ってから良くなったよね。なるほどね。厳しかったけど、一番最初は、さっきの七海選手じゃないけど基礎、営業の基礎だったり、座り方一個もすごい厳しかったから、その基礎を学べたのは一番良かったよね。そういうなんかこう着飾ってる部分じゃなくて内側のところを話を聞けてよかったわ。でなんかそういうことを友もやっぱりその社会人として感じているっていうのを俺も聞いたからよかったわ。表面的なところじゃなくて内面的なところの大切さを改めて俺も気づけたからよかったわ。一番それを俺は健三から学んでたよ。ありがとう。俺のラジオだからね。最後はそういう風に締めてもらえて嬉しいけど。いや、でも俺いつも言ってないけど。まあいつも言ってくれてるね、それは。俺でマジでそう思ってんだよねって。まあとりあえず、今回のラジオはここまでの内容にしたいと思ってるけど、最初の話に戻るけど、なんで友をね、コラボの第1回目のゲストに呼ばせてもらったかっていうと、やっぱそのね、苦しい思いとかをした上でどう乗り越えてきて今に至るかっていう話を聞きたかったの、俺も改めて。で、今こうやって聞いてくれてる人がいるわけだから、300万分の1で。じゃあそういう人たちにも、なんかどっかで行き詰まった時とかになんかこういう話が少しでも活力になってもらえればなっていうのと、あとやっぱサッカーだけやってきた人だから俺は、そうだね。社会人のところも知らない部分も多いと思うから、そこで感じてることをなんかこう今聞けたのはなんか俺にとってもすごい良かったから、ありがとうございます。貴重な時間をありがとうございます。いえ、そんなかしこまらないでくださいよ。いやでもこれだけ最後ちょっと言いたいんだけどいいかな。どうぞ。俺は結構健三のラジオで結構勇気もらってるよこれ。これマジこれガチでこれ本当に、いや勇気もらってるし、てかなんか普通になんかそのね健三の知ってるかどうかわかんないけど、MC の方うまいじゃん。ありがたい。それは嬉しいと思う。面白い。普通に面白い。ありがとう。だから本当に勇気ももらってるし元気ももらってるし、でそれを終えてからあいつ頑張ってるから俺も頑張ろうって思って、いつも自分の店入ってくる。そんだけ。それだけは伝えさせてください。あとじゃあ最後にそこに補足させてもらうと、俺ラジオがいい風に聞こえてくれてるのは、俺のやべえ発言とかうまくカットしてくれてるリノさんという編集の方がいるっていうのも一つあるから。マジで健三はさ、そういうすげえ仲間がつくよな。いやまあ本当ありがたいよね。なんか本当に3人一脚っていうのなんていうの、なんかこうあるじゃん、なんか足つないでさ走ってくやつ。あれね、二人三脚ね。二人三脚。で二人三脚だと2人で三脚になっちゃうから4人三脚でしょ。4人三脚だ。4人じゃあ3人4脚か。3人4脚だ。3人4脚で頑張ってるから俺は。あんまり上手な例えじゃないねそれ。あんまり上手な例えじゃない。ラジオ聞いてもらえると分かると思うけど、俺例えばとか言ってるけど、例えめっちゃ下手なことめっちゃあるから。いやでも健三、いや MC のあの人本当に面白いし、で質問がいい。いやそれなんですよ。で俺健三の知ってるから、聞いてほしい質問をしてくれるし、いやありがとう。そういう風に言ってもらえると俺も嬉しいわ。いや俺はもう今後も楽しみに聞かせてもらうんで。ありがとう。あと YouTube もやってね。ありがとう。俺はまあこのラジオを通して聞いてくれてる人にこうやってね、なんかこう感じてもらえることと、あといつも2人頑張ってくれてる MC とその編集のリノさんに少しでもなんか恩返しがすることが俺の目標でもあるから、そういう風に言ってもらえるのは素直に嬉しいわ。ありがとう。いや本当だよ、本当にそう思ってるよ俺。ということで今日はお久しぶりにちょっと短い時間だったけど話せて楽しかったです。素直にありがとうございます。僕も楽しかったです。引き続きラジオは聞いていただければありがたいです。いやもちろん聞かせてください。はい、ということで今回のゲストは磯村智弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。